iPhone の美しさを保ちながらどう機能的にするか。 Apple 製品が好きな人ほどこの問題に悩む人は多いんじゃないかなと思います。僕もその一人で、それもあって結構いろんなケースを触ったり試したりしてきているんですが、今年もその一つの正解としてフォンバッグをご紹介したいと思います。で、去年 iPhone 16 Pro と一緒に紹介したこちらのノマドのフォンバッグなんですが、これに加えてちょっと今回はね、新しい選択肢も交えながら機能と美しさの正解を探っていこうと思います。それでは行ってみましょう。そもそもフォンバッグとは何かというと、この iPhone の背面につける板ですね。ケースではありません。これがミソなんです。 iPhone ケースをつけるとどうしても背面そして側面にその分の厚みが追加されます。それに対してこのフォンバッグは背面のみをこうやってカバーすることになります。これによって手に持った時の厚みの感覚がほぼ変わらないんですね。なので、裸に近い感覚で使い続けることができます。そしてやっぱりこの見た目の美しさですよね。 iPhone 本来のこのミニマルな雰囲気、美しさというのを保ちつつ、それに加えてこういった素材感を加えることによって物としての質感を与えることができます。また背面にはマグセーフによってくっつくんですが、そこの上にさらにマグセーフのアクセサリーを使うことができるので、このまま充電したりだとか、ここに何か新しい別のアクセサリーをつけたりということも可能です。見た目の美しさのために当たり前ではあるんですが、保護性能は犠牲になっています。側面は完全に露出しているので、ここをやられたら終わりっちゃ終わりですね。なので、1年間僕が使い続けたこの iPhone 16 Pro もどうしてもこの角の部分は、若干傷みたいなものは入ってるかな。結構な頻度で落としているので、ここは仕方ないかなというふうに思っています。そして、これは iPhone 16 Pro なんですが、この最新の17 Pro においてフォンバッグを使う明確なメリットがあります。それはこの17 Pro のデザインが微妙という点ですね。もちろん人によると思うんですけど、僕はやっぱりこの見た目を好きになりそうにないんですね。特にこの白いガラス面とアルミユニボディとのコントラスト、シール貼り付けた感というか結構目立ちますよね。なのでこの気に入らない背面をフォンバッグで隠してしまえば、あの頃の僕が好きだった iPhone を取り戻せるんじゃないかと、そういう算段でもあります。そんなフォンバッグの代表商品として去年紹介して1年間使っていたのがこのノマドのマグネティックレザーバッグでした。このノマド製品は今年の iPhone 17 Pro に対応したものも展開しています。貼り付けるとこんな感じです。いやー、いいですね。いいですね。あの頃の iPhone やっぱこっちの方がしっくりきますね、僕は。ノマドの製品はその名前の通りレザーが全面的に使われています。といってもこのカメラユニットよりも下の部分ですね。ホーウィンという、伝統的なレザーメーカーのベジタブルタンニンなめしのレザーを使っています。やっぱり本革のこの何物にも代え難いようなこの質感の良さっていうのはありますよね。いや、匂いもね、しっかり革の匂いが漂ってきます。ちょっとした擦り傷とかももうすでに入ってるんですが、どんどん味になっていって自分だけのカバーに仕上がっていきます。ちなみに1年使った16 Pro をちょっともう一回見てみましょう。詳しく見るとですね、1年使ってだいぶ味が出ましたね。光沢感もね、結構違う気がします。いや、1年かけてまたこれを育てられると思うと楽しみですね。本当に iPhone 本体に革を貼り付けたみたいな雰囲気になります。でしかも今年の iPhone 17 Pro はこのカメラユニットがアルミになっているので、アルミ製っていう17 Pro の長所を伸ばしつつ、この弱点というか短所みたいなところを隠してしまう。結構最高の製品かもしれないですね。ちなみにこの17 Pro との固定は、マグセーフのマグネットと、あと吸着パッドみたいなものが4箇所についていて、これによって固定します。なので最初の方は割としっかり粘着力があって簡単には剥がれません。ただ僕みたいにいろんなケースを使い分けたり貼って剥がしてを繰り返したりしていると、この粘着部分にホコリがついていったり弱まっていったりしてしまうので、どうしてもだんだんとつく力が弱くなっていってしまうのは否めません。16 Pro もこの粘着面はあんまり役割を果たしていなくて、結構簡単に外れちゃいます。この点は使っていくうちにというところはありますね。注意が必要なポイントではあります。で、なんかこれでもう最高なんじゃないかと思われるかもしれないんですが、実際僕も16 Pro の時は本当に気に入ってたんですよ。ただこのレザーバッグ、正直今回の17 Pro とは相性が悪いかもしれません。というのもこの16 Pro バージョンのレザーバッグではこの粘着部分が、上下ちゃんと3箇所についていたんですよ。ただ17 Pro に関してはどうしてもカメラモジュールの存在によって粘着部分が下側に追いやられているんですね。これによって上部の細い部分が接着できなくなってしまって若干浮くんですよね。
ちょっと気になりはするかな。また16 Pro に比べて17 Pro はアルミ削り出しのボディということもあって、ここの角が丸くなってるんですよね。これによってノマドの割とフラットなこの端っこの部分が結構ね、刺さるとまでは言わないんだけど、なんか持っていて目立つ感じがありますね。割とこう角のある板が丸みを帯びた面の上に乗っかっているので、この iPhone に直接貼り付けてる感が若干薄くなるというんですかね。持っていて絶妙に違和感を覚えます。まあこれも慣れっちゃ慣れなんだけど、気になる人にとっては気になるかもしれません。どちらにせよですね、16 Pro の時の方が、このノマド製品は相性が良かったなというふうに思います。そんな17 Pro と相性が悪いかもしれないノマドに対して、明確にこう強みを生かしてきているのがもう一つのフォンバックメーカーであるシュティです。スチなのかスティなのか発音に自信はないんですが、今回はジェミニに聞いて由来であるハンガリー語に近いシュティという発音で読ませていただきます。このシュティのフォンバック、ノマドとちょっと見た目が異なると思うんですが、これがノマドのフォンバックの弱みを結構明確に潰してきているんです。まず買って僕が最初に驚いた点を話すと、このくっつけた時のぴったり感、装着した時にスチャッとつくんですよ。音も含めてくっついた時めちゃくちゃ気持ちいいです。ノマドはなんか貼り付けるっていう感覚が近いんですが、シュティはもうスチャッとひっつきますね。で、ひっついた後もなかなか外れない完璧なフィット感になっています。完全にこれはマグネットだけでくっついていて、ノマドと異なり今粘着面みたいなものを使っていません。なので長く使っていてもこの装着感とかフィット感みたいなものは維持されます。また見た目で大きくわかるのはこのカメラ部分を保護しているかどうかですよね。これはもちろん好みとか求めるものによって違うと思うんですが、カメラユニット全体をしっかりと保護してくれるので、傷つきやすいアルミの部分もしっかり覆って、よりこう保護性能は高いと言えるかなと思います。ここの部分もしっかり型が取られているので、より強くしっかりとフィットするんじゃないかなと思います。で、もう一つ17 Pro との相性の良さっていうのもあります。この製品の端っこを見てみると、ノマドのものに比べて若干こう丸みを帯びているんですね。これがこのエッジが柔らかめの17 Pro とかなり相性がいいんです。フォンバックをつけた状態で全体に丸みを帯びた感覚があるので手にしっかりと馴染みます。ホールド感がすごく気持ちいいですね。この持った時のホールド感のもう一つの要因は正面から貼り付けた状態を見てみると若干本体よりも小さい寸法で作られているんです。これによって本体の丸みをより活かしたままこう手に持った時の感覚を維持しているんですね。ノマドは結構キワキワまで作られているので、製品が一回り小さい感じです。これは手に持った時の感覚はいいんですが、保護という観点では、若干こう露出させる面が増えるので、その点は一個こう注意が必要ですね。で、ノマドの製品はレザーオンリーでブラックとブラウンの2色展開なんですが、シュティに関してはレザー調だけでなく他のポップなカラーも用意されています。値段を抑えたりよりポップなものを選びたいという人にもこちらがおすすめですね。1点注意が必要なのはこれ実はレザーではないんです。ナノレザーという合成皮革を使用しています。ノマドは本革なんですが、シュティに関しては匂っても全然こう皮の香りはしてきません。ただこれパッと見では全然気づかないくらいにリアルな脂肪感があるんです。表情も豊かなので見た目の格上げという僕がフォンバックに求めていることの要件自体は満たしているかなと思います。また合成皮革というのはデメリットとは限りません。例えば耐久性とか柔軟性、防水性、防汚性に関してはこのフェイクレザーの方が優れています。特に耐水性能ですね。水回りに結構持っていくだとかアクティビティでも iPhone を使うという場合にはシュティの方が相性がいいかもしれないですね。そんなわけでノマドに比べてはるかに機能的な部分では優れていると思うんですが、これはどうしてもデザイン面とトレードオフではあります。というのも、まずこのカメラ部分ですね。全体的に覆ってくれているのはメリットなんですが、この覆っているもの自体はプラスチック製です。なので若干ねやっぱり安っぽさがあるんです。ノマドがあえて露出してアルミ部分を出しているのでノマドの方が高級感があるなとは思ってしまいます。またノマドはこの端っこのキワッキワまでレザーが貼られているんですが、シュティに関してはレザー風の模様でしかないのでどうしてもこのエッジの部分はプラスチック感はありますね。この点ノマドは iPhone に革をそのまま貼り付けましたみたいな感覚がすごく強くて、革製品が好きな人とかであれば、ノマドの方がかっこいいというふうに思うんじゃないでしょうか。あと何度も言ってますが、このカメラ部分を保護してくれてるのは、機能的にはもちろんいいんですけど、果たしてデザイン面でどうかというのは疑問が残りますよね。
当初僕が話していた通り、このフォンバックというのは iPhone 本体の見た目を損なわずに背面に新たな価値を追加するというものだったんですが、なんかね、レザー部分が覆われると、これはこれでまた別のものになっちゃった感はありますよね。いや、これはね、本当に多分好みなんですよ。むしろフルブラックの方がいいという方にとっては魅力に映るかもしれないんですけど、僕はね、見た目というかデザイン面ではどうしてもこのノマドの方が良いなと思ってしまいます。同じような製品に見えて、意外とおすすめの人というか選ぶ人は違うんじゃないかなというふうに思っています。で、個人的には悩んでいるんだったら、シュティの方がいいんじゃないかなとも思っています。というのもやはり機能面ではこちらの方が高いんですよね。フォンバックというジャンルに初めて触るんであれば、このフィット感の高さとかレンズ面の保護性能とか耐水性の高さとかも含めて、このシティの方が使いやすいんじゃないかなと思います。ただこういったアドバイスを全部シカとして情緒だけでこのノマドを選ぼうとするあなた、私はあなたも大好きです。そんなわけでどちらが正解というのは言えないんですが、ただ僕がこのフォンバックを使う時にもう一つ言いたいことがあります。それがやっぱりこれだけだと機能面では物足りないということなんですね。あくまでも背面に何かくっつけてるだけではあるので、僕がやはり iPhone を使う時に同時につけたいのがスタンドです。特に最近は何かをしながら iPhone で動画を流しておくということも多いんですね。そんな時に平置きはやっぱり見づらい、使いづらいというのもあって、そういったこともあって僕はフォンバッグ1個ではなくて、ケース高のスタンド付きのケースみたいなものも同時に愛用しているというところなんですね。フォンバッグに合わせるのであれば小さめで、そしてマグセーフでくっつく、何よりもデザイン性を邪魔しないスタンドです。そしてそのおすすめの製品に関しては去年から変わっていません。まずはこのトラスのオムニリングですね。個人的には単なるスタンドとしては一番の定番品かなと思っています。このまま貼り付けて使うんですが、リング部分がそのまま展開してスタンドになります。もちろん貼り付ける向きを変えて角度や画面の向きも自由自在です。カラーバリエーションも割と豊富なので、自分のスタイルに合わせて色を選ぶことができます。僕はですね、今はこのやっぱりシルバーとオレンジ色のものを使っています。ブラックとも相性もいいというか映えますよね。で、この下についてるこのビロビロ、こちらは、シリコンというかね、ゴムっぽい素材になっています。これによってこのリングをスマホから外す時にはさっと外すことができて、非常に便利ですね。またつけていながら手に持っている時にはちょっとしたスマホリングのような使い方もできます。一方で見た目がいいかと言われると正直ね、何とも言えないですよね。微妙じゃないと言われたら文句は言えないですね。そんなこともあって今年ちょっと新しく導入してみたのがこちらのリングです。はい。マインドスカイというところから出ている結構お安めのスマホリングなんですが、こちら例のビロビロが存在しません。なのでよりミニマルにこの iPhone を使うことができるようになりました。リングだけっていうのは結構スッキリしてますよね。フルブラックなので、僕が購入したようなこのブラックのフォンバックとは相性がとてもいいです。で、同じようにリングを展開して、スマホを固定したりすることができるんですが、マインドスカイのものに関してはなんとこっちの面がマグネットに対応しているんですね。なのでさらにマグセーフアクセサリーをこんな感じでくっつけることができます。これちょっとね邪道な使い方ではあるんですが、例えば別のスタンドにくっつけたいという時にわざわざこのリングを外さなくても済むんですよね。これをつけながら充電はできないので、その際にはどうしても外す必要があるんですが、とはいえこのトラスのものよりも機能性が上がったなというふうに思います。ただなんか武骨な感じがしませんか？ちょっとごついというか、これは結構好みの領域かもしれないんですが、トラスの方がスタイリッシュに見えなくもない。あとね、ロゴが邪魔ですね。これ削れるもんなら削りたい。なんでここにつけたんだろう。内側にメイクアベターライフっていう謎のメッセージはついてるんですよ。なんでここにロゴをつけらんなかったんだっていうね、100点のものっていうのはなかなか見つからないですね。おすすめのスタンドがあればぜひ皆さん教えてください。あともう一点、このスマホのリングスタンドにおいて注意が必要なのは、若干ネジが緩んでくるという点です。ある種消耗品だと思って割り切って使うべきかなとも思います。数ヶ月使っているとだんだんとここの、ネジの部分、関節の部分が緩くなっていって、半年以上経つ頃にはちょっと支えるのも難しくなってきます。締め直すこともできなくはないんですが、あまりにもこのネジの部分が細いので結構手間です。こういった工作に慣れていなければ締め直しは難しいと思っていた方がいいかもしれません。そんなわけで今年もですね、この iPhone をできるだけミニマルに美しく
それでいて機能的に使いたいという欲望を叶えるために様々な製品を試してみました。なんだかんだ途中でも言いましたが、今回 iPhone 17 Pro のこのデザイン、ここにあまり惹かれていない人ほどこのフォンバッグはおすすめできるかなと思います。僕ももう少し使い込みながらこのフォンバッグもそうですし、あとスマホリングスタンドですね、こちらもちょっとねベスト、自分の中での定番品みたいなのを固めていきたいなとは思っていますが、また続報があればご紹介していきますし、おすすめのアイテムあればぜひコメント欄等で教えていただけると嬉しいです。そんな感じでこのチャンネルでは他にもガジェットやライフスタイルに関する様々な動画を上げていますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で、以上なごみけでした。では。